ボンジュール。今日はパリから日帰りでノルマンディーの町ルアンへ行きます。ブロカント、レストラン、注目の展覧会、見どころがたくさんです。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。パリ・サンラザール駅、ここがノルマンディーへの出発点になります。クロード・モネがこの駅を何度も描いています。今日私は朝7時台の電車に乗ります。2階建て車両の上の階に席を取りました。電車が出発します。早朝の旅のお楽しみ、クロワッサンとコーヒーです。この路線では列車が何度もセーヌ川を渡ります。1時間20分ほどするとルアンの街が見えてきました。ここもまたセーヌ川沿いの街です。ルアンの駅に到着しました。この駅舎に降り立つのはほぼ1年ぶりです。昨年アルマダが開催された時にも私はここに来ています。その時の様子はこのチャンネルでもすでにご紹介していますので、よろしければどうぞご覧になってみてください。駅から歩いて最初の目的地に向かう途中、こんなものが見えてきました。ルーアンのドンジョン。中世のお城の名残でジャンヌ・ダルクが閉じ込められていたという歴史もあります。木組みの壁の家がこの町に風情を添えているなぁと感じます。100の鐘楼の町とも言われる通り、角を曲がるとそこに教会が見える。そんな体験を何度も繰り返します。今日の私の最初の目的地に着きました。サンマーク広場。ここで飲みの市が開かれているんです。飲みの市の開催は毎週金曜、土曜、日曜というわけで、私は金曜日を選んでやってきました。段ボール箱の中から掘り出し物を探す。フェンシングのマスク。こちらには駐車禁止のプレートとかアルコールの広告とかブリキの看板がありました。ガラス食器のプレゼンテーションに鏡を使っているのがなかなかいいアイデアですよね。私はなんとなくこのカップ&ソーサーに目が止まりました。カップの足が繊細だと思いませんか？
これもなんだかとっても素敵。デザートのクリームを入れるものだそうです。そしてまた別のスタンド、とても熱心にお皿のシリーズを見ていた男性の動きに目が留まりました。彼はすぐさまお皿6枚を30ユーロでお買い上げ、とても物慣れた感じの買い方だったので、てっきりプロの方かなと思いましたら、ご自分でコレクションしているんだそうです。これはフランスのサルグミンヌの白いお皿。奥のこちらのはサルグミンヌと似てはいますけれど、後ろには何のマークもついていませんでした。こちらは1枚1ユーロだそうです。また別のスタンド、デルフト焼きの皿が目に留まりました。デルフトの旅を思い出します。1920年代の作だろうとスタンドの男性が教えてくれました。こちらは同じ頃のジアンのお皿。いずれも飾り皿として使われていたようですけれども、食事をするのにももちろん使えるよと男性はおっしゃいます。こちらもデルフト。そしてこちらは地元ノルマンディーの焼き物です。この物語のワンシーンのようなお皿のシリーズはフランス東部リュネビルという町で生産されていた食器。1枚20ユーロだそうです。ちなみに先ほどのデルフト焼きのお皿も20ユーロとおっしゃっていました。ジアンのお皿は40ユーロでした。また別のスタンド、このコンポチエ、なかなか素敵ですよね。そして同じスタンドで私がとても気になったのはこれです。フォージュレゾというルアンから30キロほど離れたところにあるところで作られた大皿のセット。裏が黒いのでキュルノワー、黒いお尻と呼ばれているタイプなんだそうです。おそらく19世紀終わり頃のものだろうとおっしゃっていました。2枚セットで40ユーロだそうです。こちらのお店にはさつま焼きの香炉もありました。フォージュレゾーの大皿のセット、とても後ろ髪を惹かれます。ただし私の今日の旅は始まったばかりというわけで、なるべく身軽にしておきたいところです。というわけで残念ながら今回の購入は見送りました。地元の方によると、私が訪ねたこの時期はバカンスの期間だからでしょうか、出店者も訪れる人も割と少なめだそうです。普段はもっと賑やかで、朝6時ぐらいからプロの方たちも売り買いをしていたり、海を越えてイギリスからやってくるアンティーク好きの方たちもいらっしゃるそうです。ルアンはパリから十分日帰りができる距離ですから、アンティーク好きの方にとっては来てみる価値のある飲みの市かもしれません。また鐘楼が見えています。これはノートルダム大聖堂です。ルアンのノートルダム大聖堂といえば、クロード・モネが連作のテーマにしたことで有名です。
朝日に染まる大聖堂、白母の頃影を帯びた大聖堂など、モネは30点ほど制作しました。50代の時の仕事です。その大聖堂の正面は石のレースと言っていいほどおびただしい細工の集大成です。モネはこの連作を向かい側の建物の3カ所の位置から描いたと言われています。大聖堂の中に入ってみましょう。大聖堂は中世に建てられてから何度も火災や爆撃などの破壊から再生を繰り返しています。今年2024年7月11日には修復中だった先頭部分から火が出るという事故がありましたけれども、これは幸い早くに消し止められたようです。ステンドグラスもこの大聖堂の見どころの一つ。ここにはジャヌ・ダルクの一生を表したステンドグラスもあります。ずらりと並んだ聖人たちの像もとても印象的でした。かつてこれらは外側に設置されていたのでしょう。風雪に耐えた彫刻の存在感がとても強く感じられました。さて、ここから西に伸びる道を歩いていきましょう。このマダムのサンダル、かかとがバラの花になってますね。おしゃれなマダムです。この道は大時計につながっています。この大時計もまたルアンのシンボル。ルネサンス時代のものだそうですけれども、今でもちゃんと動いています。この上の球体、これで月の満ち欠けがわかります。こちらは門の反対側ですが、ここにもちゃんと時計が設置されていました。アーチの向こう側には先ほどの大聖堂が見えています。大時計の近くにお花屋さんのスタンドがありました。そしてこちらは雑貨屋さん。歩いていてとても楽しい通りです。さて、ランチにしましょう。私はルアンのグルメ事情にはそれほど詳しくないんですが、少し調べてここが良さそうと思ったところにやってきました。ポール・アルチューという名前のレストランです。どうやら私一番乗りですね。ウィークデーはお得なランチメニューがありましたので、私はそれをお願いしました。するとまずアミューズブッシュが出てきました。こういうちょっとしたディテールにお店の力量が現れていますよね。そして前菜はなんとスイカです。
スイカをこのような形でいただくのは私にとって初めてのことです。この上のクリームはリコッタチーズ。ほんの少しスモーキーな香りがします。それをオリーブと一緒にいただきます。そしてメインディッシュ、サバの直火焼きです。アボカドを焼いていただくというのも私にとっては初めてのことです。花の形になっているのはただの飾りではなくて、イカスミを使った細工でサクサクといただけるんです。サバの火入れの加減もなかなかいいですね。これをロマネスコのソースでいただきます。金柑が添えられているのがわかるでしょうか。これが夏らしい爽やかさを添えていました。本当はここまでで十分満足なんですけれど、せっかくなのでデザートも。これは赤いフルーツのグラタン。柑橘類の香りを添えてあって、とてもさっぱりと仕立ててあります。私が入ってきた時、他には誰もお客様いらっしゃいませんでしたけど、お店を出る時にはこの通りほぼ満席でした。きっと地元の方々なのでしょう。芝生の上での昼食も素敵ですね。さて、今回の日帰り旅の大きな目的の場所に参りましょう。公園に丸田んぼ。私はこういう印象的な木があるとつい触れたくなってしまいます。どうやらこれはアート作品ですね。目的地はこちらです。ルーアン美術館。なかなか立派な建物です。今年2024年は第1回印象派展が開催されてから150年目ということで、パリのオルセー美術館で特別展があったことは以前このチャンネルでもご紹介しました。そしてここノルマンディ地方でもノルマンディ・アンプレッショニスト2024と題したアートフェスティバルが開かれています。このルーアン美術館ではその目玉ともいえる展覧会、デイビッド・ホックニー展があるんです。面白いことに展示室は分かりにくいところにあります。というか、美術館のほとんどの展示室を通り抜けた先にある奥の部屋に位置しているんです。この美術館には印象派の代表作が複数収められています。例えばこちら、サンドニ通り1878年6月30日のお祭りの様子を描いたモネの作品。窓という窓にフランス国旗がはためいている様子、見事です。そしてこちらがルーアン大聖堂を描いた連作のうちの一つ、曇り空の下の大聖堂。モネは向かいの建物の中でも当時生地を扱っていた商店の2階に陣取ってこれを描いたようです。名作の数々を素通りしてしまいますが、ここにはパリのチューリリー公園を描いた絵、ピサロの作品もありました。まさにパリオリンピックで聖火の気球が上がっていたところですね。
まだまだ行きます。この早回しの映像で美術館の豊かさが伝わるでしょうか。一つ一つの作品が素晴らしいでしょう。ようやくたどり着いたようです。モジディアニの作品の次にその部屋はありました。いきなりデイビッド・ホクニー本人の自画像からスタート。現代アートの巨匠の一人、イギリス人の画家デイビッド・ホクニーは2019年からノルマンディに暮らして制作活動をしています。今回の展覧会はそこで彼が制作した作品を展示しています。自画像のシリーズは実はルーアン美術館に所蔵されているルノワールの絵と関連づけたものでした。というのも彼はノルマンディに暮らすようになってから特に印象派の画家たちの作品や世界観にとても影響を受けているようなんです。こちらはモネの作品。モネの庭からインスピレーションを得たデイビッド・ホクニーの作品。これらの作品の制作期間はコロナ禍のロックダウンの期間に重なります。彼はその間、印象派の画家たちと同様にノルマンディの自然との対話を深めたのだろうなということがこの展覧会から伝わってきます。自宅の庭の月の風景の連作。これらの作品の多くが iPad を使って制作されたものだそうです。現代アートを代表する巨匠も私たちと同じようにコロナ禍を生きた同時代人。彼は現在80代後半ですが、新しい作品に挑戦したり iPad を制作に取り入れたり、進化が止まらないところが素晴らしいなぁと思いました。この美術館ではもう一つアートフェスティバルの中の注目の特別展が開催されています。ウィスラー展。この展覧会も盛りだくさんの内容で深みがありました。日本の影響もたくさん感じられました。ですが、もうお腹いっぱいという感じだろうと思いますので、美術館はこのくらいにしておきますね。再び大時計のあるエリアからさらに西の方へ行くとビューマルシェ広場があります。とても個性的な建物。これはジャンヌ・ダルク教会です。動画の冒頭でドンジョンにジャンヌ・ダルクが幽閉されていたということはお話ししました。彼女が生きたまま焼かれ、10代の若さで亡くなったのはここルーアンでした。1431年のことです。聖人と崇められているこの歴史上の人物へのオマージュとして教会は建てられました。完成したのは1979年。船体を思わせるような屋根の構造がとても印象的です。教会の前、まさに火あぶりの刑が行われたところに十字架が立っています。
向かい側にはジャンヌ・ダルクの彫像があります。ジャンヌ・ダルクの亡骸というか灰にまでなってしまった遺体はセーヌ川に流されたのだそうです。8月のルアン、なかなか活気があります。日帰り旅の締めはサロンドテにしましょう。大聖堂の近くにとても魅力的なお店があります。名前はダムケーク。店内奥には気持ちの良いテラス席もありました。マダム好みの店とだけ言ってしまうのは当たっていないかもしれません。仕事帰りとおぼしき男性のお客様が一人でケーキと紅茶を楽しんでいる姿も見かけましたので、お化粧室に行く途中、上の階にとても素敵な空間があるのが目に入ってきました。テラス席が終わるとこちらがにぎわうんでしょうね。ダムケーキのある通りにはなかなか素敵なお店が多いです。ルアンの中でもとびきり洒落た界隈という感じかしら。石畳の小道をそぞろ歩きながらウィンドウショッピング、こういうのも旅の楽しみですよね。100の鐘楼のある町ルアンの一日、そろそろパリへの帰路に着きたいと思います。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入られたらどうぞ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。コメントもとても励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。